今日のフィットチェックです。まず帽子が古着のポロ。ワンピースがメゾンキツネのワンピースです。フランスなので持ってきました。では朝ごはん食べに行ってきます。はい。じゃあ今日も元気いっぱいモーニングを食べに行きたいと思います。で、フランスってなんか夜明けの時間が遅くって、私が行った2月初旬頃は朝の7時45分日の出って言われたんですね。で、これ映してるのがだいたい朝の7時半なので、まだ日の出前の映像ですが、お空が綺麗でした。で、今日の朝ごはんは、やっぱニースと言ったらね、海の街なので、海にモーニングを食べに行きたいということで、駅前からこのトラムに乗って、海の方に行きたいと思います。で、だいたい、このトラムで駅前から海まで10分もかからないぐらいです。3、4駅でサクッと行けちゃいます。ってな感じで、ここめっちゃ有名な公園らしいです。はい。それで、今回行きたいカフェはここのちょうど降り場だったので、ここでトラム降りてカフェの方に向かっていきます。ちなみに海行きたい人も、はい、ここの広場のとこの降り場になりますって感じで、ベランダにお花飾ってるの可愛いって感じで、そう、そんでさ、カール・ラガフェルドがあって、私カールがめっちゃ好きなんですよ。しかもセールしてるって思って超行きたいって思ったけど、今回ちょっと時間がなくてなかなかね、お買い物の時間はなかったので、はいって感じで次回またね、来れる機会があれば行きたいなと思います。で、これはね、ニースのオペラ座です。なんかめっちゃすごい建物あるなと思ったらオペラ座だったし、今日行きたいカフェがまさかのこの真横にありました。ここです。名前忘れちゃった。けどここのカフェで今日モーニングしていきます。で、中は、あれですよね、お惣菜系のパンってよりもスイーツ系が結構いっぱい充実してるカフェでした。で、なんか申し訳ないんですけれども、買った動画とか食べてる動画、食レポしてる動画が全部飛んじゃっててなかったので、はい、今言うと、買ったのはアプリコットデニッシュとアメリカーノを買いました。で、もうめっちゃくちゃ美味しかったです。本当にね、やっぱフランスはパンが美味しすぎるっていう感じで、もうすっごく感動しました。はい、じゃあ飛んでないデータだけ載せておきます。ニースって東京よりちょっとあったかいぐらいな温度感なんですけど、海沿いだから朝が冷えてて、ここ外の席しかないから外で食べてんだけど、ちょっと寒いから中のある席に一旦コーヒーだけ飲みに移動しようかなと思います。完食した。よし、次に行こう。はい。で、この時本当に寒すぎたんですけど、いや、せっかくなら海見たいよなって思って海までお散歩しました。で、行ったら、ちょうど朝日がバーンって上がり始めた時に、もう被って、もうめちゃくちゃ感動したので、はい、その時の映像です。やばい、ちょっと待って、本当に泣きそう。すごい綺麗。これはやばすぎない？本当に泣けるんだけど。なんかあそこの椅子にでおじさんがさ、新聞あそこで読んでんだけど、いいね、そんな暮らし。私の地元にもこういう椅子作ろっかな。ちょっと綺麗すぎる、あまりにも。なんか綺麗すぎてさ、寒さとかどっか行ったんだけど、本当に私もなんならコーヒーテイクアウトしてここの椅子でコーヒー飲みたいぐらい。海沿いぐるって歩ってみるね。はい、こんな感じでめっちゃ感動して、もうここで瞑想しました。そしたらなんかすごい気分的にも楽になったし、すごくいい時間を過ごせました。で、この後、まあちょっと寒かったのでメゾンカイザーに来ました。なんかね、この時時間が9時前ぐらいだったんですけど、朝の9時前で海沿いで空いてるカフェがもうメゾンカイザーぐらいしかなくって、まあ、他にもあるんだけど、そこは外の席しかありませんみたいな感じだったので、ちょっと寒かったのでメゾンカイザーに逃げ込みました。で、お腹いっぱいだったので、この丸っこいプチシュー、これ1個と、あとアメリカーノを頼んで中でゆっくりしてました。でね、なんか私が座った席の隣がパン工場が見える席だったんですよ。で、そこでジャムおじさんがすごいパン作り頑張ってて、そう、これフランスのジャムおじさん超イケメンで、ちょっとこの後ファンサもらったので、その後にやけた私です。はい。
どうしよう、すっごいイケメンなじゃあおじさんがめっちゃこっち見てニコってしてくれた。イケメンすぎる。はい、そんな感じでモーニングも終わったので大好きショッピングコーナーです。まずはコンビニに来ました。で、先に言っちゃうと今回ちょっと午後からお仕事があって、もうショッピングできる時間がかなりもう少なかったので、全部爆速レポしていきます。で、まずコンビニはもう信じられないぐらいワインコーナーが充実しててもう最高でした。なんかソフトドリンクとかお菓子とか、なんかそういうのよりもまずワインがもう大充実って感じで最高すぎましたね。はい。って感じでお菓子はこんな感じです。はい。で、その後は地元で有名なチョコ屋さんに来ました。で、すごく正直レポしてしまうと、あんまり美味しそうに見えなかったんですよ、全部。ね。なんか本当はここで私めっちゃ買う予定でルンルンで来たんですけど、なんかね、日本人にはなかなか刺さりづらいチョコかなっていう感じで結局何も買いませんでした。なんか、ね、私のイメージ的に、そう、こんな感じのさ、チョコがいっぱいあると思ったんです。けどさ、なんか、基本的になんかコンポートなんか、そういう系のね、チョコがいっぱいで、私個人的にはなんかそういうフルーツとかミックスされてるよりこういう方が好きなので、ね、買えなかったです。という感じで次は地元のスーベニアショップに行きました。はい、I love ニーズの T シャツ、ザ観光客用って感じです。はい、このショットグラスもどっかの国行くたんびにいつも欲しくなるこういうの。で、そのスーベニアショップの隣にちょっと今度はおしゃれ路線、女子路線的なスーベニアショップがあったので、そっちもレポします。こんな感じでも可愛い雑貨とかが結構こっちはね、多いような印象だったり、あとそう、こんな感じでなんかフレグランス系ボディーソープとか、まあ、アロマミストとか、そういうのが多かったり、これキャンドルなんですけど、あとこれとか石鹸みたいなのも、そういうなんか香り系が充実系のショップでした。で、だいたい10時前ぐらいになって地元のデパートが開くということでそっちに移動です。オープン直後に行ったらエスカレーターがまだ動いてませんでした。って感じで、まずインテリアコーナー行って、たまたま行った時がセール期間中で超安くて最高でした。はい、時間がなさすぎてゆっくり吟味する時間もなかったので、本当にただ見るだけだったんですけれども、その後はお洋服コーナーに移動して、で、このトミーのこのポロシャツ最後の最後まで迷ったんですよ。可愛くって。で、100ユーロで、50%オフだからだいたい日本円で8000円ぐらいだったんですけど、今思うとありだったなと思いますが、はい。ちょっと時間もなかったので、急いでまた海辺の方に戻っていきますという感じで、はい、有名な公園にまた来ました。近くで見るとこんな感じです。結構、はい、綺麗でした。で、そう、行くまでの途中のレストランで、なんか外のテーブルに、1テーブルずつ生のお花が飾ってあって、すごい素敵ってなりました。で、はい、戻ってきてワインの専門店来ました。もう超最高だったんですけど、中が撮影禁止だったので今回ちょっと動画がないんですけど、ワインの専門店で2本ワインを買いました。で、そう、ここはオリーブオイルの専門店で、ここでも結構でもないです。いくつか商品を買いました。で、今回購入品は後ほどあげる購入品動画でまとめて紹介しようと思うので、そちらもはい、ぜひチェックしてみてください。で、もう時間なかったので最後に地元の市場行きたいということで、9時ぐらいからやってる市場に行きました。はい。なんか、楽しかったです。いろんなものが売ってました。お花から野菜から、あと加工品系からお土産系まで。はい、そう。で、ここでも結構買ったので、それについても後ほどあげる購入品動画で紹介しています。という感じで、市場をわーっともう爆速で見て、私はちょっとお仕事午後からあるので、お仕事の準備をしに、ホテルに戻ってお着替えしました。はい。着替えました。今日からの3日間の展示は、全部着物で参加しようと思って、お着替えしました。で、私、お母さんが着付けの先生とあとお茶道の先生をやってて、で、あと趣味でお琴をやってたので、ちっちゃい子から私も着物してお茶道したり、お琴をやったりっていう
家系だったので、はい。和な感じで、フランスでも攻めようと。あ、やばい、こういうの出ちゃダメなんだよ。お母さんに怒られる。ね、ちっちゃい頃はいっぱい着てたんだけどさ、やっぱり久しぶりに着ると着方忘れるから、実はもう死ぬほどの、もう超猛特訓最近ずっと受けてまして、なんとかフランスでも一人で着付けが完了しましたが、もう時間が死ぬほどなくって、本当はモナコまで、デイワンの時に電車で行ってて、本当は今日行こうと思ったんですけど、私キャリーケースの車輪1個もうぶっ壊れた状態で出てきちゃってて、で、プラス、ちょっと今、てんやわんやしてるので、もう、高くても、ウーバーで行こうと思って。で、調べたら、もう7000円しないぐらい、日本円で。なんですけれども、まあ、その分頑張ってこようという感じで、もう、こっから、ウーバーで直接、向かいたいと思います。はい。デイワン Vlog 見ずにこの Vlog から見始めた人は何のこっちゃって思ってると思うんですけれども、私が今回ヨーロッパの方に来ている理由が、私2年ほど前にミルザ A っていう木材ブランドを立ち上げたんですね。で、その初の海外展示会が今回モナコであるということで、こちらの方に来させていただいております。で、私が今回滞在しているのはフランスのニース、そして展示会があるのはニースから電車で約20分のモナコっていう国になります。なので今回、フランスのニースとあとモナコっていう国の Vlog を上げていく予定ですし、帰りにはドバイの Vlog も上げるので、ぜひ他の Vlog もチェックしてみてください。はい、会場に着いて一旦お仕事の準備が落ち着いたので、時間までお散歩中です。モナコも特別お金持ちだけど、この南仏エリアの海岸沿いってもうこういうヨットだったりヘリだったり別荘がすごくって、世界中のセレブがここに別荘だったりヘリを持ってて、で夏のバカンスシーズンになるとみんなこっち来てって感じになるから、今はね何にもない時期なんだけど綺麗です。逆にこうやって止まってて、しかもこっち側向くとさ、じゃじゃん、お城みたいな感じっていう感じなので、ちょっとこの景色見てゆっくりしてって感じで、ではお仕事行ってきます。はい、今お仕事が終わりました。で、まだ会場近くのモナコにいるので、こんな格好もしててちょっと恥ずかしいので、ニースのホテルに戻って一旦お着替えをしようかな。とりあえずいろいろ思うことはあるけれども、今日は終わったわけだし、明日また頑張りましょうという感じです。やることリストがすごくはっきりしてるから、今からちょっと明日の時間までにお勉強をし直します。英語っていう感じで一旦切ります。はい、ホテルに着いてパッと着替えたので、ちょっと帰り道にもいろいろあったんですけど、それはご飯を食べながらいっぱいお話ししたいなと思います。ということで、ディナー用のフィットチェック。まずトップスはザラです。で、スカートが古着のヘルメットラングです。で、シューズが、はい、ジミーチューで行ってきたいと思います。はい、とりあえず初の海外でのお仕事お疲れ様自分ということで、地元の人が集まるパブでビール飲んでいきます。はい、パブに来ました。ワインとビールいただきます。美味しい、安定でさ、帰り道あったこと言っていい？駅に着いたのが8時15分だったのね。で、次の電車が8時20分に来ますよって言われたのだから、待ってたら超直前にアナウンスが鳴って、次の電車キャンセルになりましたって言われて、次の電車待とうと思ったら8時50分って言われたのね。まあ待とうと思って一人でホームで立ってたのね。でさ、分かると思うけど着物じゃん。着物で立ってたら突然女の人にこんにちはって言われたの。なんか後から話を聞いたら、ニースに在住をしている女の方たちだったんだけど、
一緒に帰ろうって言われて帰ることになったのね。でなんか話を聞いたら、その女の人がアーティストらしいのね。なんか言い方が分かんない。アーティストっていうとさ、なんかテレビに出てる芸能人みたいな、なんかそういうアーティストじゃなくて、本当にアートとかを仕事とかデザインとかを仕事にして自分でやってる人、まあ、こっちで作品を作ってるみたいなことを言ってて、でもその人がすんごい素敵な人だったの。フランスでさ、いろんな作品を作ってたりさ、デザインを仕事にしてるってさ、もうかっこよすぎるでしょ。そんなのみんなの憧れじゃん。なのに全然気取ってなくって、すんごいもう飾らないすごい素敵な女性。正直展示会終わった後、もう自分の英語力の低さにかなりもうメンタルがすごいことになってたんだけどさ、なったからもう急いでもうホテル帰っていろいろあれこれ詰め込まなきゃって思って、すごい結構アップアップだったんだけどさ、すごいその人と話したらすごい伸び伸びしてて、でもすっごい楽しんでて、そう仕事してるの本当に楽しくってみたいな感じで、すんごいキラキラしたいい女性に出会えて、もしさあのまんま1人20分に電車が来て帰ってたら、すごいさもう自分って本当にダメだ、自分って本当にどうしてこんなにできないんだろうって思ってさ、すごいこう追い詰めながらさ圧迫感があったんだけど、その女性と会ったらすごい気分が晴れやかになったというかさ、好きな仕事をしてて、そしてこんなね、ありがたいことにチャンスに恵まれてやってるんだから、まずは今を楽しまなきゃ。ホテル帰ってからの自分のやることリストは変わらないけれども、すごく今いい気分で物事が取り組める。もちろんあれですよ、大事な仕事を飲みながらはやらないんですよけど、自分のための勉強だから、完全に自分のステップアップするためにちょっと一回やりたいものだから、そういう時は私はちょっと、だから飲んでるってだけなので、誤解はしないで、完全に自己満で今からやるものなので、はい。いやだけどさ、マジで出会いじゃないごめん、完全にもうスピ入ってるからさ、私引き寄せやばいというかやっぱり心からキラキラした人ってすごく素敵だよね。自分もやっぱそうなろうって思うし、いっぱい周りに感謝をしなきゃって思います。やばい番組の時間みたいになってるけど、はい、本当に今すごく思いました。これからも本当に頑張る。なんかさ、ここ今ホテルからさ 3,4 分ぐらい歩ったところのパブにいるんだけど、来るまでの道ほとんどのとこでスポーツやってるなと思って見たの。何なんだろうって思ったらさ、今さフランス対アイルランドのラグビーの試合、やっぱこっちってさラグビー文化じゃんね。でもね、すごいあれだよ、1ゴール差で負けてるの後半が今始まりました。これは熱いね。先ほどフランスは負けました、ラグビー。こんな感じで Day2Vlog 終わりになります。ではまた Day3Vlog あげます。バイバイ。